こんにちは、みどりです。ニュージーランドより発信しています。このチャンネルでは日常の困難を乗り越え、心穏やかな生活を目指す知恵を共有します。今回も心に響く話を短くお届けしようと思います。今回は豆腐メンタルから鋼メンタルを目指した方がいいのだろうかというタイトルでお話しします。私を含めてメンタルが弱い人は、メンタルが強い人を見て、いいなあの人は、と羨ましく思って、自分も強くなろうと努力することがあります。しかし残念なことに思った通りにはうまくいかず、挫折することも珍しくありません。その理由は目指す方向を間違えてしまうからです。どこをどう間違えるのでしょうか？正しい方向へ進むにはどうすればいいのでしょうか？これが今回の話の内容です。そもそもメンタルが弱いとか強いとか何をもって定義するのでしょうか？今回の話では大きなストレスに対してうまく対処して元気に普通に生活できる人をメンタルが強い人と呼びます。それとは逆にちょっとしたことでもすぐにへこんで心身の調子を崩してしまう人をメンタルが弱い人だと呼ぶことにします。実はメンタルが弱い人はメンタルが強いことに関して間違ったイメージを抱いています。そのイメージとは鉄のように硬くてずっしりとしていて弓に打たれてもびくともしない頑丈な様子、そして頑強であり強固ですごく硬くて強いというイメージです。この頑丈さをもってストレスに面と向かい戦うことのできる人、そんな人が強いメンタルの持ち主だと思っています。でも実際にはメンタルが強い人は鋼メンタルの持ち主というよりもこんにゃくメンタルを持つ場合の方が多いです。硬くてカチカチなのではなく、弾力性と柔軟性に富み、ストレスの対象に真正面からぶつかることはなく、なるべく当たらないように注意しています。先の部分がちょっとだけ当たってしまうこともありますが、そんな場合でも弾力性があるので、一時的には曲がってもすぐに元の状態に戻れます。豆腐のように柔らかく崩れやすい精神の人が鋼のように硬くてずっしりしていて頑丈なものを目指すのは望ましくありません。鋼にはなろうとせず、こんにゃくのようにプリプリと柔軟性と弾力性を持ち、ストレスの対象物には真正面からぶつからない方がいいです。できるだけ避けて被害を被らないよう気をつけるのが重要なんです。こちらの方向へ行く方がストレス対策にはずっと楽で効果的なやり方です。スペインの闘牛士を考えてみてください。猛烈な勢いで牛が闘牛士をめがけて走ってきます。これを盾で受け止めたらどうなるでしょうか？きっと跳ね飛ばされて痛い目に遭うことでしょう。この時に跳ね飛ばされないようにと盾を強化させることは鋼メンタルを目指すようなものです。それに対して猛牛からの攻撃をスルッとかわし逃げるようにすればぶつかることもなく自分は全くダメージを受けません。これがこんにゃくメンタルの人がやることです。どんなに盾を強化して猛牛に負けないようにと頑張っても相手は人間よりもずっと力の強い獣です。猛烈な勢いで攻撃されれば人間には勝ち目はありません。しかし物理的に猛牛にぶつかることがなければダメージを食らうこともなく何も被害を受けずに済みます。ストレスに関しても同じように考えればいいです。この世の中にはかなり理不尽なことも多いです。
自分が一生懸命頑張ったところでどうにもならないこともあります。真正面から面と向かってぶつかっても勝ち目のない状況もたくさんあるんです。だからぶつからないよう気をつければいいです。先の部分がちょっと当たっても弾力性と柔軟性ですぐに戻れるようにしておきます。この姿勢が大切です。要は鋼のような頑強なものを目指すのではなく、こんにゃくのように硬くはなく容易に変形できるしなやかさを目指すことです。では、しなやかさを手に入れるには具体的にどうすればいいでしょうか。まず最初に自分の体を整えること、そして心の余裕を持つことです。体の具合が悪ければ、ちょっとしたことでもイライラしたり、くじけたりします。良好な健康状態の体であれば、気にならないようなことでも、体調が優れなければ心に引っかかって、悩んだり心配したりくよくよしやすくなります。心と体はつながっているので、健全な心を育むためには、良好な体の健康状態が必須です。そのためには当然のことですが、十分な睡眠、適度なエクササイズ、そして栄養バランスの取れた健康的な食生活が必要です。質の高い睡眠をとるには、午前中に朝日を浴びながらウォーキングするのが一番いいです。これにより幸せホルモンであるセロトニンレベルも上がります。セロトニンが不足すると、ちょっとした刺激に対しても怒りっぽくなり、いつもカリカリして、些細なことでもくよくよしてしまいます。そうならないようセロトニンレベルを高く保つことは重要です。さらにセロトニンは質の高い睡眠のために必要なメラトニンの原料にもなります。朝日を浴びて散歩して夜は十分質の良い睡眠をとる。適度なエクササイズで汗を流し、すっきりした気分を味わうのも大切です。食事面では糖質、脂質、タンパク質、ミネラル類をバランスよく摂取すること。野菜、果物、豆類を食事に取り入れて、食物繊維の量を増やし、腸の状態を整えることも有益です。体を整えることを最重要課題にして、健康的な生活習慣を実践することが最初のステップになります。次に、真正面から立ち向かわないと決めて、スルー力を養うことです。ストレスに弱い人は真面目な人が多いです。その理由はすべてのことに真剣に取り組み、大きなストレスに対しても真正面からぶつかろうと自らしてしまうからです。闘牛士の例でも述べたように、スルッとかわすことを目指した方がいいです。もちろん人生の中には真剣に取り組んだ方がいい課題もあります。しかし、すべてのことに真剣に真正面から向かっていく必要はありません。相手があまりにも理不尽であったり、自分ではどうにもならないことも世の中では起きたりするので、そういう時にはスルーするのが一番です。ものすごい勢いで自分をめがけてくる猛牛と戦わない方がいいです。スルッとかわして逃げた方が自分のためになります。最初から勝ち目はないと分かりきっていることは、ぶつからないよう注意した方が賢明です。もしも一部分がぶつかって曲がってしまっても、一時的な形の変化を経験するだけで、すぐに元に戻れるようしなやかさを保つことは大切です。そのためには自分に害を与えることはスルーして避けて通ること。面と向かって戦わずスルーする姿勢を意識して持つことが重要です。体調が絶好調で、その上戦ってはいけないことはスルーする姿勢があれば、大きなストレスが自分をめがけてやってきても、
上手に対処してメンタルを病むことも少なくなります。私を含めてメンタルが弱いと自覚して強くなりたいと望む人がいたら、鋼メンタルを目指すことはやめましょう。それよりも弾力性と柔軟性に富んだこんにゃくメンタルを目指すといいです。しなやかになるには、まずは自分の体を整えて、心の状態も余裕を持てるよう努めます。そしてスルーするべきことは面と向かってぶつからないこと。意識してスルーするよう努めることが重要です。ということで今回は豆腐メンタルから鋼メンタルを目指した方がいいのだろうかというタイトルでお話ししました。最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました。次回も役立つ情報をお届けする予定です。応援いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ニュージーランド在住のみどりでした。それではまた次回まで。